どうもリュウクです。今回は僕が以前から作りたかったポーチについて話していこうと思います。この製品を作っている理由が、机の上にこういった形でペン立てみたいに立てれて、デスクの上で場所を取らずに物を出し入れしたいっていう、そういう願望があったんですが、ガジェットポーチって、多くのガジェットポーチはこういった感じで結構フットプリントが大きくて、デスクの上とか机の上で結構面積を有してしまうんですよね。なるべくコンパクトなデスクであったり、狭い空間であっても便利に物を取り出したり収納力を確保したいっていうので、今回このガジェットポーチの開発に至りました。あともう一つこれを作ってる理由が、ガジェットポーチって収納するには特化してる形なんですけど、結構持ち歩きに特化したものって少ないなと思ってて、例えばフリーアドレスのオフィスで働いてる人なんかはこういった感じでパソコンとこのポーチをさっと機動力高く持ち運んで移動したりとか、あとはカフェで仕事をしたい時にさっと席を移動したりみたいなことが簡単にできるポーチってあんまりないなと思って、できれば片手が塞がらないようにパソコンを持ったり、それでいてさっとデスクに置いて仕事を始められるみたいな、そんなポーチを作ろうと思って今回は開発をしています。それではまずこのファーストサンプルについてこだわったポイントを話していこうかなって思います。それでは行ってみましょう。まずこのポーチのこだわったポイント、一番初めは無機質な見た目というところです。デスク上に置くと結構オブジェっぽい感じで、あんまりガチャガチャしてない見た目のものが良かったのと、あと今回重視したのがこの置いた時のシルエットもそうなんですが、逆にこのように持った時の形ですね。これはなんか巾着袋を下げてるみたいな形になるように、こういうちょっとひし形っぽい図形にしたんですが、こういう感じで持ち歩いて、でパッて置いたりみたいなのを想定しているので、見た目はなるべく無機質にパリッとしつつも情報量が少ないっていうのを今回は目指しました。次にこだわったポイントがハードすぎない生地です。バックパックやトートバッグみたいな直接外と触れ合うものについては、なるべく耐久性の高いものがいいんですが、ポーチって基本的にはカバンの中に入れたりとか室内で使うことが多いと思うので、そこまで頑丈な素材である必要はないかなと思っています。ただガジェットだったり精密な機械をしまうものなので、ある程度の撥水性であったり、あとは頑丈さは必要です。カバンの中に入れる際に分厚くて丈夫すぎる素材だと結構幅を取ってしまうというかかさばってしまうんですが、今回はこういった薄いんですがパリッとしていて少し立体感の出やすい生地を採用しています。これはサンプルなのでこのグレーになっていますが、製品版ではブラックを採用する予定です。あとは柔らかい生地を使っていてもガチガチに周りを芯材で固めればかなり保護力は増すんですが、今回はあえて芯材はこの周りには使っていません。カバンの中に入れる際はなるべくくしゃっと小さくまとまってくれた方がカバンの中でかさばらないですし、展開した時もさっと中のものが突っ張るのでシルエットがすぐに戻りやすい、そんな生地になっています。収納する時はくしゃっとまとめて、出した時はふわっと元に戻る、そんな使用感を目指しました。次にこだわったのは開閉のしやすさです。多くのガジェットポーチってガバッと開くタイプのものが多いんですが、これは結構開閉という観点でいくとちょっと開けづらいというか開閉がしづらいなって僕は感じていました。もちろんこの構造は大きく開くというメリットはあるんですが、僕は今回中のものの視認しやすさよりもここのファスナーの開閉のしやすさを重視しました。このサイドにこういう引き手がついてるのって結構バックパックとかでよくある仕様なんですが、これをあえてデザインに落とし込んで、このファスナーが一直線のまっすぐになるように設計しました。そうすることでストレスなく一方方向に力を入れれば簡単にファスナーが引っ張れて、このように縦に収納しているので視認性は良好な状態でこの開閉のしやすさっていうのを確保しました。次にこだわったのはペン立てのように狭い場所でも置けるというところです。デスクがこれだけ広ければいいんですが、職場のデスクがそこまで広くない人だったり、あとはカフェで仕事したい人なんかは結構ちっちゃいデスクでこまごま作業しなきゃいけないみたいな状況が多いんじゃないかなと思います。
そういった時にこういう横長のガジェットポーチでガバッと開いてしまうと結構デスク上で幅を取ってしまうので、なんかペン立てみたいに使えてしかも収納力があるものってないかなって僕は探していました。今回のポーチはフットプリントはこのぐらいなので、デスク上であまり場所を取らずにすぐに物にアクセスすることができます。デスクの上っていうのは、脳内のメモリーのようなもので、広ければ広いほどいいんですが、なるべく物は散らかってない片付いた状態が理想的です。常に綺麗にクリーンな状態にしておくのは難しいですが、日常的に使うものをなるべくコンパクトに小さくまとめておくことで、最大限スペースを使うことができます。そんなわがままを叶えられるかなと思って今回はこの設計にしました。次のこだわった点がこのトラックボールも収納したいというところです。結構最近だとトラックボールマウスを使う人も増えてきたんじゃないかなって思いますが、これを持ち運ぶって結構ハードル高いと思います。こういう薄型のマジックマウスなんかを使う人は全く問題ないと思いますが、トラックボールって結構厚みもありますし、このボールがついていてちょっと精密な機械だったり、ガジェットポーチのような四角いものに入れるには少し収納しづらい形状をしています。今回のこのポーチは基本的には大きな袋なので、こういった感じでトラックボールをポンって収納してしまっても全然問題なく使うことができます。そしてこのポーチで最もこだわったのは自立性と機動性です。想定し得るシチュエーションで一番分かりやすいのが会議室移動ですね。結構ミーティングとかが多い人なんかはこんな感じでパソコンに物を載せて運んだりしてる人が多いんじゃないかなって思いますが、さっと置いて仕事の環境を展開できるのは当たり前なんですが、撤収する時もさっとこれを持っていくことで次の人を待たせずに撤収することができます。でここのループをあえて大きめに設計しているのは、こうやって腕を通して持ち運ぶことによって両手を開けることができます。そうするともちろんパソコンを持ち歩けますし、他に荷物がある場合も全然簡単に持ち運べます。会議室移動ごときで、カバンを背負うまではないけど、ちょっと自分の体にストレージというか容量が欲しいなみたいな、そういうカバンまでいかないけどポーチよりは少し機動性が高いみたいな、そんなものを目指しました。ただこのファーストサンプルにも改善点はかなりあります。ここからはこのファーストサンプルを作ってみて、もうちょっと改善した方がいいなって思った点について話していきます。まず最初はこういったApple Pencilのような長いペンを収納すると、結構ここの高さがギリギリになってしまって、ここね閉めた時に結構ファスナーに当たってしまったりするので、ちょっとサイズのところは結構最適なサイズになるように、ボール紙の模型なんかを作りながら一応設計はしてたんですが、もうちょっと大きめの方がいいなっていうのは感じました。次の改善点はこういうトラックボールを入れてしまうとほとんど物が入らなくなってしまうという点です。これはトラックボールマウスの機種にもよるとは思うんですが、結構これを入れてしまうと他にあと細いものとかちっちゃいものぐらいしか入らないみたいな感じになってしまうので、これも含めてサイズはもう少し一回り大きい方がいいなっていうのを感じました。あとはこれは形状のサンプルとして依頼したので想定はしてたんですが、やっぱ中に物を入れる際に小分けポケットは欲しいなって思います。ある程度形状が縦長なのでペン立てみたいにあんまり整理整頓しなくてもある程度綺麗に入ってはくれるんですが、やっぱこういうね短いものとかだと中で泳いでしまうので、こういうケーブルだったりも固定できるようなポケットは中につけたいなって思います。あとはここの底面に全く芯材がないので、結構デスクに置いた時に衝撃が心配っていうのがあって、ここにちょっとクッション材を入れようかなと思います。今言ったような課題を改善点としてブラッシュアップしたセカンドサンプルがこちらになります。これはほとんど変わってないように見えるんですが、いくつかの部分をアップデートしました。今からこのアップデート版のセカンドサンプルについて良くなったポイントを話していきます。まず最初は何といってもサイズ感がちょっと大きくなったというところですね。横に並べてみると結構分かりやすいんですが、
ちょうど一回りぐらい大きくなった、そんなイメージです。もちろん Apple Pencil のような長いペンも入りますし、トラックボールを入れてもかなり容量に余裕があるようになりました。次はデスクに立てた際の安定感についてです。この底面に四角い芯材、クッション材のようなものを入れたので、デスクにポンと立てた際にあまりガーンといった大きい音が鳴らなくなったのと、一応ここが板のようにまっすぐになったので、どんな形状のものを入れていてもデスクで安定しやすくなりました。あと結構個人的にいいなと思ったのは、ここに芯材が入ったことで、カバンに入れるときはくしゃーっとちっちゃくまとめてポンって入れてしまって、こう取り出すときにこうポンとやってあげると、ここの底面が生地を引っ張ってくれるので、この状態から一瞬で自立する形状になるというところです。次に良かったなって思ったのは、ここのプルをちょっと引きやすいものに変えたので、この開閉のしやすさがさらに向上したなって思います。この先端部分は結構ゴムっぽい感じの素材になっているので、指にもかなり引っかかってくれますし、このナイロンベルトも以前よりもちょっと太いものに変更したので、前より手に馴染みやすくて持ちやすくなっています。ただこのセカンドサンプルについてももうちょっとアップデートが必要かなって思ってます。具体的にはこの持ち手の強度ですね。これ今何にもなく戻ってますが、最初このセカンドサンプルを使った時に結構強く引いたらスポッと抜けてしまって、ここの強度、縫い付けの強度に問題がありました。原因としてはこのナイロンテープをライターとかで炙って切断部分を溶かしていなかったことによって、この折り目がほぐれてしまってスポッと抜けてしまったんですが、ここはライターで炙ったりとか、あとは内側を結構厳重に縫い直すことによって対策しようかなって考えています。これは取れちゃったので、僕が自分で下手くそなミシンで直したんですが、実際はもうちょっと綺麗に職人さんが縫ってくれるので安心してください。あとは中にこのようなポケットを装備したり、ここにもペンスロットみたいなのを作ったのはいいんですが、ちょっとここにペンを入れるには少しグラグラしてしまうなっていうのがあるので、この辺の固定とかをどう対策するかっていうのはちょっと課題かなって思います。裏返すとこんな感じになっていて、こっち側にこういう内側のファスナーポケットがついていたり、反対側こういう広めのポケットと長物のポケットが備わっています。底面は芯材でクッション性があるので、物をボンって入れてしまっても結構地面に直接当たらないので安心かなって思います。この辺の構造もね、もし何かアイデアあればフィードバックください。最初は多分黒だけで売り出すと思うんですが、反響があればこういうカラー張りなんかも考えているので、なんかこういうカラーのもの欲しいよっていうのがあったらコメント欄に残してもらえると嬉しいです。あとはね、この製品自体についてのフィードバック、もっとこうしてほしいとか、こういう機能が欲しいとか、こういうモデルが欲しいみたいなものをぜひコメント欄に書いていってください。以上になります。こんな感じでこのチャンネルではバーグのレビューだったり日々に役立つ情報を発信しています。 YouTube メンバーシップではこういった僕の開発している製品開発の進捗情報だったり、僕の使ったカバンの次のもらい手を探すセカンドオーナー製なんかを特典で用意しているので、気になったらぜひ概要欄からチェックしてみてください。 X、Instagram、TikTok、ポッドキャストもやっています。ぜひフォローお願いします。最後にこの動画が面白いと思ったらグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。